このようなものをですね取り付けまして、簡単にカメラの方を脱着できるようにしてカチッと取り付けて完了と。広報用のモニターが見れると、追い越す前にですねパッとスマホのモニターの方を見て確認いたしまして、私の場合はですね使うに困っていた中華アクションカメラを再利用というような形で、はい、皆様こんにちは。本日はですね、自転車の走行動画の方を撮りにやってきたんですけれども、実はですね昨日、アシスト自転車のバッテリーをですね充電をし忘れまして、残り1メモリということになってしまいましたので、ちょっと止まってですね撮影の方しているんですけれども、今日はですねどのようなお話をしようかと思っていたかと言いますと、こちら自転車の方にですね広報用のカメラの方を取り付けまして、ドラレコとして使ってみたりですとか、あとはスマホのモニターに Wi-Fi 接続をいたしまして、広報用のモニターとして使ってみようかなというふうに思っていたんですよね。で、今まではこちらに取り付けてありますこういったようなですねアーム式のアタッチメントを使いまして、こちらのシートポストの方に取り付けて、カメラをその先に取り付けて撮影をしていたんですけれども、それですとこういったようなですね前にアームの方を取り付けて撮影の方ができませんので、じゃあどうするかと言いますと、やはりですね簡単に脱着できるようにということで、このようなものをですね取り付けまして、簡単にカメラの方を脱着できるようにして固定するようにいたしました。どのように取り付けたかと言いますと、現在カメラを近くに持ってきておりますので、ピントが合っていないかもしれませんが、U 字ボルトにですねシートを使って固定しているんですね。こんな感じになっておりますね。で、カメラをどのように取り付けるかと言いますと、こんな感じでですねカチッと取り付けて完了ということになりますね。これですとかなり、便利に脱着できますので、コンビニに寄った時にですねさっと取り外して、コンビニのお買い物が終わったらさっと取り付けるというようなことも非常に便利なんですよね。で、今回はですねこのような状況で走行の方をしていこうと思うんですけれども、なぜこのようにですね広報用のカメラの方を取り付けているかと言いますと、以前はですね YouTube の動画の差し込み映像として使おうかなと思いまして使っていたものではあるんですけれども、今回はですね青切符の導入に伴いまして、このようにですね広報用のモニターとして使おうかなというふうに考えていたりするんですよね。自転車もですね車線変更などをいたしますので、その時にですね、後方を振り返る前にモニターで一度確認いたしまして、その後ですね目視で後方確認というような形であればかなり安全ですから、その他にですねドラレコとして使えますので、何か万が一ですね事故ですとか起こった時には証拠の映像として使えると思いますので、そういった点も含めまして今回ですね常時自転車に乗る時にはこちらで撮影をしていこうかなと。で、使っているカメラはですね広報用のカメラはサフォーラ SF530 Pro、これはワイヤレスマイクの方が付属になっている非常に珍しくてお安いカメラだったんですけれども、
正直ですね、映像がいまいちだったということもありまして、どうやって使おうかなというふうに思っておりましたところ、今回ですね、こちらの自転車の広報用カメラとして抜擢いたしました。さあ、それではですね、実際に走行してどんな映像が撮れるのかというところを見ていきたいと思いますね。とはいえですね、電動アシスト自転車のバッテリーがですね、もう残り1メモリしかありませんので、自宅にですね、これ、無事に帰れるのかどうかもわかりませんし、バッテリーを節約しながら走行したいとは思いますけれども、なので今回はですね、短めの動画になると思います。では走ってまいりましょう。はい、現在メインで使っておりますカメラの方は DJI Osmo Action 4を使って撮っております。で、後方は先ほどお話しいたしましたサフォーラ SF530 Pro の方を使っております。で、後方用のカメラの設定なんですけれども、手ブレ補正はオフにいたしておりまして、そして FHD60 フレームで撮影の方をしておりますね。実はですね、いろいろと家の近所を走っていて分かったことではあるんですけれども、フレーム数が高い方が手ブレ補正をオフにした時には見やすいかなと。そしてこちらの SF530 Pro はですね、FHD で撮影をいたしますと120フレームまで撮れるんですけれども、今日みたいな曇天の日にはですね、あまりフレーム数を多くしてしまいますと暗く映ってしまいますので、今回は60フレームにて撮影を行っておりますね。地味にですね、広報用のカメラモニターに映しまして、見れるというようなことはですね、便利なんですよね。今はこのような住宅街の道の方を走っておりますけれども、大きな通りに出てですね、仮にですけれども前に駐車中の車があったといたしまして、そうするとですね、右に膨らんで車両を追い越す、もしくは止まって車道に乗り上げて押して歩くというようなどちらかになるんですけれども、そういう場合でもですね、後方用のモニターが見れると、追い越す前にですね、パッとスマホのモニターの方を見て確認いたしまして、もし来ていればですね、後方から車の方が来ていれば、もう一度目視確認をいたしまして、距離をはっきりと確認してですね、問題なければそのまま駐車中の車両を追い越すと。で、もし後方に車の方が迫っていて、追い越しをするにもちょっと危険だなという時には止まったりできますので、その方が安全といえば安全なんですよね。そういうようなものというのは、スマートモニターというのが昔からあったと思ったんですけれども、それの簡易版としてですね、使えますので、そういう点では安上がりで済むと思いますし、ただスマートモニターってナビゲーションですとかも内蔵しておりますし、結構便利なんですよね。ですから本格的にですね、前方用のドラレコ、後方用のドラレコ、そして後方用のモニターとしても使えるし、ナビとしても使えるし、スマホと連携していろいろできるというようなことに使うときには、スマートモニター購入された方がいいとは思うんですけどもね。私の場合はですね、使うに困っていた中華アクションカメラを再利用というような形で使いますので問題ないんですけれども、さあ、どこか公園を見つけまして、そちらでコーヒーの方を飲もうかなと
思いますね。さあ、写りの方はどうでしょうね。後方用カメラ。前方用のカメラはですね、DJI ですから写りの方は間違いないんですけれども、後方用のカメラの方は、何回か使ったことはありますけれども、今回の設定でですね、そして今回のアタッチメントの方を取り付けての撮影というのは、初めてではないですけれども、ちょっとブレが大きいかなと。ミョンミョンミョンとですね、こんにゃく現象が出たりする時も見受けられますので、それがどのように映るかなと。どうでしょうね。スマホのモニターをちらっと見る限りではですね、いい感じに映っているようにも見えるんですけれども、ちょっとこの辺で設定を変更してみましょうかね。はい、ここでですね、後方用のモニターを120フレームに変更してみました。ちょっとデコボコしたところ走ってみましょうかね。こんな感じですね。どうでしょう。強いて言えばですね、アタッチメントの固定方法の方が少し甘いかなと。振動に対してですね、カメラがブレた時の余韻がブルンブルンブルンと残っているような気もしますので、その辺が今後以降のですね、対策目的かなと。この先に何か公園がありそうな予感がするので来てみましたが、ベンチがあるのでベンチに座ってコーヒー飲もうかな。向こうに東屋が見えるかな。ちょっとあちらの方で休憩をしましょうかね。はい、では100円コーヒーをいただきたいと思います。地方に行けばですね、たまに80円缶コーヒーとか自販機であったりとかいたしますけど、札幌市内ではそんなに場所ないのかな。じゃあいただきましょう。うまい。はい、先ほどですね、休憩中に確認してみましたけれども、後方用のカメラ120フレームでも今のところ暗くならずに映っているように思いましたので、このまま120フレームで撮影の方を続けていきたいと思いますね。いやー、これ帰りまで持つんだろうか。自転車のバッテリー、原付の後方用カメラとしてはですね、いいテクノロジー、いい 4K などを使っているんですけれども、自転車はですね、こちらの SF530 Pro の方を使っていこうかなと思いますが、今回のですね、写り次第というような感じでしょうかね。そもそもですね、このカメラ、あまり、画質は良くないものですから、メインのカメラとして、メインの映像として使うには、ちょっと心もたないんですけども、それでもですね、今回の映像が使えるようであれば、今後、こういう形をメインとした使い方になるかなと思うんですよね。そんなわけでして、本日はですね、SF530 の広報用のカメラとして使えるかどうかという動画の方をですね、終了したいと思います。
最後まで見ていただきましてありがとうございました。